はい、用意始め。はい、始め。がむしゃらに強いパンチを打つのではなく、最も重要なのはどれだけ強くミットを押せるかではなく、いかに衝撃を残せるかです。この動画ではその違いを詳しく解説して、そのようなパンチを打つために欠かせないトレーニングについて解説していきます。漠然と体の力を強くするっていうことではなくて、終鉄でこだわっているのはパンチ、突き、蹴り、打撃の威力を極限まで高めることです。これはただ強い力を出すということとは決定的に違う部分があります。ですが、ここがごちゃ混ぜになってしまっている、一緒に考えてしまっているケースがとても多いと僕は感じています。まず最初に、打撃の威力を相手の体内に与えてダメージを残すような打撃っていうのは一体どういうものなのかっていうのを力学的な観点から解説していきます。そして次に、そのような打撃の威力の質になるにはどういう身体操作をしていくことが大事になるのかっていうことについて解説していきます。そして最後に、その身体操作を実現するために欠かせないおすすめのトレーニング方法について解説していきます。どうか最後までご覧ください。皆さん分かっているようで、なんとなく漠然としている打撃が相手に与えるダメージは何で決まっていくのか。これをまず解説していきます。拳を突き出す力にさほど差がなくても、効くパンチと効かないパンチ、その差が出てしまうのはなぜか。打撃を受けた時に、どうしてダメージに差が出るのか。打撃のダメージはエネルギーの集中の度合いによって決まります。こことっても大切です。例えば同じパンチを受けても、吹き飛ぶ場合とその場に留まる場合とでダメージが変わるのは、エネルギーの集中の度合いが違うからです。これを理解するための具体的なポイントを順番に見ていきます。まず一つ目、エネルギーの源になる質量と速度の問題です。打撃のエネルギーっていうのは、そもそもどれだけ重たいものがどれだけ速く動いているかによって決まります。軽い拳であっても高速で打てば大きなエネルギーが生まれます。例えば同じ大きさの拳で打ったパンチであれば、速く動いた方が威力が出るっていうことですね。この時の力学的なポイントとしては、スピードが2倍になったらエネルギーは4倍になるっていう法則があります。車の事故なんかでも、スピードが速ければ速いほどその危険度は大幅に上がっていくっていう原理になります。逆に拳の重さが全く違う2人がいれば、同じスピードであっても重たい拳の方が破壊力を持ちます。ですので、例えば拳の中にね、鉄とか石とかそういうのを握り込んだ時には、当然そっちの方がエネルギーは強くなります。質量が大きければその場に留まろうとする力がその分強くなるので威力は上がりますが、拳の質量がさほど個人差が出るわけではありません。しかし終鉄で重要視している体幹の固定、合体化については、パンチの反発を抑えるという意味で、この体が、この拳がその場に留まろうとする力、質量を大きくする効果を生みます。これについてはこれまでも解説してきた動画なども参考にしてみてください。次に2つ目の要素として接触時間があります。どれだけ短い時間でエネルギーが伝わるかっていう要素が重要です。例えば釘をハンマーで打つときですね。ハンマーがこの釘に触れる時間が短いほど釘は簡単に木材に貫通します。同じ力であっても瞬間的に加わる衝撃は組織に大きなダメージを与えます。逆にゆっくり押されるような力であればダメージはほとんどありません。またこれはエネルギーの吸収にも関係してきます。打撃の接触時間が長すぎるとき、エネルギーは
体を動かす力に変換されてしまいます。この時は相手は吹き飛んでしまうことで衝撃は分散されて相手の体内にはダメージを残すことができません。加えたエネルギーが違う形に変換されてしまうっていうことですね。逆に相手が動けない場合、例えば壁に押し付けられた状態で殴られたりしてしまうと非常に大きなダメージになります。またパウンドの状態で打撃を受けると相当のダメージを受けてしまいますよね。パンチの当て方でなるべく吹き飛ばさないように、その場に留まらせるようにするような打撃を打つと相手の体内にダメージが残りやすくなります。これは与えたエネルギーを違う形に変換させたり分散させたりしないようにするっていうことです。3つ目、これは接触面積の問題です。同じ力であっても接触面積が小さければそこに集まる圧力はぐっと高まるので相手の組織を破壊する破壊力は上がります。逆に面積が広くなるとエネルギーが分散されてダメージは軽減されます。これを逆の意味で活用すると自分の体がダメージを受けないようにするために柔道の受け身なんかではなるべく広い面積でなるべく衝撃を分散させるようにっていう風な対応を取ります。しかしここは単純には測れない部分もあって、例えば触れる面積が小さくてもこれが滑りやすいような状態であればエネルギーがロスしますので、大きさはコンパクトでありつつ相手の体から接触箇所がずれにくいようにするっていう観点も大事なので、パンチで言えば骨の一点で当てればいいのかっていうと、そうするとね、打面への密着度が弱まって、このスリップによるエネルギーの伝達ロスが生まれますので、一概には言えない、割と難しい部分ではあるんですけど、原理的にはそういうことが言えます。ですので、拳で打つよりも、意外とね、密着度の高いグローブで打った方が、衝撃は相手に伝わったりはします。で、最後に、狙う場所、当たる場所ですね。同じ打撃を受けたとしても、どこに打たれるのかっていうことで、当然、結果は変わってきます。いわゆる、急所に打撃が当たれば、そのダメージは相手に大きく残ることになります。ざっと大きなものを挙げると、以上4つの要素をもとに打撃のダメージはエネルギーの集中度で決まるっていうことがわかります。単純に力の強さだけではなくて、エネルギーが一点に集中しているか、それがずれたりしてないか、そしてその衝撃が相手が逃がしてしまうような状態にならないか、それがどこに当たるかという複合的な要素で決まります。このことを考えると、打撃力を上げるのに一つ目の要素である力とスピード、これをパワーアップしていこうっていう観点でトレーニングされている様子はいろんなところで見受けられますが、衝撃をいかに相手の体に残せるかっていう点については意外と見過ごされていることが多いと感じます。修鉄で会員に指導している言葉としては、一言で言うとプッシュとパンチの違いとして説明しています。相手が吹き飛んでしまう場合は、打撃のエネルギーが体を動かす力に変換されてしまっている。相手がその場に留まるような打撃を打つと、エネルギーは相手の体の中に残ります。このプッシュになってしまうことによって、時間としては本当にごくわずかな時間なんですけれども、じわじわっと徐々に力が伝わる。ぐーっていう感じですね。この力の出方によってプッシュになってしまいます。じゃあ、瞬間的にっていうのを意識して、パッと素早く、手を動かせばいいのかっていうと、実はそう簡単にはいきません。これはどういう意識で手を動かすとか、拳をどうやって早く動かすとか、そういうことではなくて、このハンドスピードを速くするという意味ではなくて、手が相手に到達するスピード、その時に起きる反応に、体や体幹が対応に追いついていないっていうことが問題なんです。これは体のインナーマッスルとアウターマッスルの連携ができているかというのは、要するにインナーマッスルがそもそも活用できているかどうかっていうことになります。これは実は意識してどうこうできるものではなくて、アウターマッスル中心のトレーニングをやっても磨かれるようなものではなくて、
体の運動連鎖の作り上げが別のやり方で必要になってきますので、これまで紹介してきた動画の解説とか、紹介しているトレーニングを参考にしてみてください。そして、もう一つの要素があって、これが今回の動画でお伝えしたい内容の本題になります。パンチのこのフォーム、打ち方を見直すことによっても、これはだいぶ大きく改善することができます。拳を相手に飛ばした後に、パンチが相手に到着するのに合わせて、体幹とか体全体が一緒に引っ張られるように移動してしまうと、どうしても体全体の大きな質量を預けるような、押し込むようなパンチになりがちなんですね。体がパンチに振り回されないように、ピシッと安定しているっていうのは、これはめちゃくちゃ実は大切なことなんです。体の移動する力で威力を出すっていうことよりも、拳が与えた衝撃を安定した体幹が受け止める、そういう力の出し方ができると、パンチが相手に当たった時の衝撃の伝わる時間っていうのがとても短くコンパクトになります。これは先ほど挙げた要素の接触時間に関わることにもなってくるんですけども、相手に拳が飛んでいって、パン！相手に衝撃が当たったその瞬間に体幹がすでに安定しているので、すべての威力をこっち側に戻してしまうことなく、相手にロスなく伝えると。そして、十分その瞬間的に最大の威力が相手に伝わった、その瞬間ですね。十分伝わりきったっていうその瞬間から、一切逆に余計な押し込みをしない。もうそこでパッと力を伝えるという仕事がストップする。このことによって、相手は受けたダメージをそのまんまその場で封じ込めるような現象が起きます。ドーンと振動が残るような感じですね。それが、内臓に響くようなダメージになったり、腹を打ってもブーンと首がムチ打ちになるようなダメージになりやすいと。そういう破壊力を生み出すことになります。これは当たった瞬間に拳を引くとかそういうことでは決してないです。拳はただ引いてしまうと、もうただただ威力が入らない浅いパンチになってしまいます。体幹の本当の意味での安定度がしっかりとできれば、自然とそういうパンチになっていきます。では、こういうパンチを身につけるのにはどうしたらいいか。これは僕がシューテツを立ち上げた頃から会員さんに強く進めているシャドーボクシング。空間に向かって全力でパンチを打ち込む。これを全力でスピードを上げて、もう連打も全部スピーディーにですね。打って戻してっていうのをもう全力でやる。これがものすごく有効です。全力で飛ばして、手打ちっていうわけじゃなくて、全力で飛ばして引っ張られそうになるけど、ここはフラフラしない。シャドウがちゃんとできてないんですよ。要はこういうパンチなんですよね。もっとボン飛ばす。まあ距離が短いんですよね。だいたいこうやって。だから遠くまで打ってっていうとこうやってなる。これは、やっぱ体幹がこのパンチに振り回されてるっていう状態なので、パンチこの一発で倒せることは基本的にないので、こういってこういってこういってって振り回さないといけないわけじゃないですか。だから振り回しても、ぐらつかないようにする。でその練習をするためにはこういうパンチやってたらダメで、しっかりもうシャドウでパン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 もう思いっきりこれを意識してやんないともうちょっと突きが変わるんですよ。物叩く練習してるとどうしてもここに意識が出ちゃうんですよね。ただ実際、組手って組手の距離ってまずここなんで、こんなところで組手始まることはないじゃないですか。自分が打ちやすい距離より奥にパンチを出す練習を癖づけないといけないので、シューテツのオンラインクラスでもこのシャドーボクシングっていうのはものすごく大切にしていて、よく練習をしています。そして例えばね、空手の突きの練習であれば、足を左右に踏み開いた状態で、中段突き、溝落ちあたりに左右でこうパンチを繰り出すようなその場突きっていう稽古がありますけども、これも全力でやる。もう自分の最速のスピードでいきます。いきます。はい、用意始め。はい、はい、始め。例えば
この映像は、その場で早くつく練習ですけれども、これを体幹をぶらさず、余計なところがグラグラせず、かつ、拳が全力で飛んでいくっていうことを思いっきりフルスピードでやるのはとっても難しいです。何もない空間に向かって思いっきり、それもね、中途半端に近い距離ではなくて、しっかり手を伸ばして全力でパンチと連打を繰り出すっていうのは、これはやってもらうとわかりますけれども、本当にハードで大変です。体の制御がとっても難しくて、すごくね、負荷の強いトレーニングになります。ある意味、重いね、サンドバッグとか、硬いミットをガンガン打つよりも、この空間に向かって全力でパンチを飛ばし続ける練習の方が、はるかにハードなんですね。手を前に出すっていう腕が疲れるとか肩が疲れるとかそういうことではなくて、腕の重さが前後に振り回されることをコントロールする。この体幹への負担っていうのがものすごく大きくて、上半身が激しく動き回っていても、体幹がね、ピシッと安定していられる。それを支えていられるっていうことがものすごく重要で、それを鍛えられるトレーニングになります。騙されたと思って、全力でシャドウをやってみるっていうトレーニングを取り入れていただくと、プッシュするパンチにはならなくなっていきます。相手に激しく衝撃が伝わって、そこでドーンっていう振動をね、相手の体の中に残すような強烈なインパクトのある、かつ、それが連打につなげられるようなパンチが身についていきます。ボクシングなんかでは多くのトップレベルのボクサーはこのシャドーボクシングを全力でやることの重要性というのをよく語られていたりしますが、これは非常に理にかなった有効なトレーニングになっています。以上、皆さんもぜひ試してみてください。ありがとうございました。